皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。横浜の古武館道場で師範代をやらせていただいております。山口作夫と申します。今日は、専門は何かっていうようなテーマでですね、お話しさせていただきたいと思います。私は虚弱児で学校しょっちゅう休んでですね、4年生の時は養護学校へ1年間通ってたぐらいなんです。通うというかもうそこへ泊まり込みでですね。だからろくで遊んでなかったんですけども、だけどもその不器用だった。運動何やってもダメ、体も弱い。だけどそのおかげでですね、合気道を始めたらもう他のことできないんですね。延々とそれだけ。そうすると1年だし2年だし5年だし10年だし、いつの間にかですね、指導させてもらう側に回れたということで、自分でも驚くんですけども、逆にですね、器用な方っていうのは、何でもできちゃうんですね。卒業してからゴルフだとかテニスだとかですね、スキーだとかですね、あれこれできますよね。だけども、人生それでいいのかなって疑問を感じたことがあるんですね。もう10年以上前ですけど、うちの会社で国際部の責任者っていうことでですね、1200万ぐらいでいませんか募集出したんですね。そしたら多くの応募があって、ほとんど一流大学、一流企業の人ですね。経理部長もやりました、営業部長もやりました、人事部長もやりました。それで海外で1、2年過ごしました。っていうような経歴の形が多いんですね。いわばエリート社員ですね。だからそこで面接の時に聞いたんですよね。すごいですね。いろんな経験してられるんですね。ところであなたの特に専門とする分野あるんですか、言うとですね、いや、任せてください。何でもやりますから。だからそういう人たちからするとですね、何千人の会社、こんな20人、30人の会社なんか、守るとみたいなもんだっていうようなつもりなのかなと思うんですけども、しかし、そういう人たちと話すとですね、もう、例えばうち来たいわけですよね。だけど、全然質問がないんですね。一体どんな企業なのか、どういうところがお客さんなのか、どういう経費がかかるのか、その差はいくらぐらいでどのぐらいの利益が上がるのか、誰一人質問がない。その場でもこんな改善したらどうですかなんて提案は言いたくないんですね。私に任せなさいだけなんですよね。これで私はアメリカへわずか1年弱ですけども、行くまではアメリカに駐在してた方、アメリカに限らないですけどね、海外に駐在してた方っていうのはすげえんじゃないかなと思ってたんですよね。ところがたまたまかもしれないですけども、ワシントン DC っていうのは日本の大企業の出先機関がたくさん出てるんですね。そういう人たちと接してみるとですね、こんなの無理もないんですけども、それ何十年も前の時代だからだけども、その40過ぎ、50ぐらいになってからいきなりアメリカへ派遣されてですね、やっぱり言葉もなかなか不自由なんですよね。なかなかできないんですね。じゃあどうやって仕事してるかっていうと、通訳や翻訳者を契約しててですね、もう金に糸目をつけずにどっかに、例えば議員に会いに行く時でもですね、通訳頼みなんですね。ここで休みの日は何やってるかっていうと、日本人だけでクラブ作ってゴルフやったりですね、飲んだりですね、日本人って海外行くとこんなレベルなのっていう感じがしたんですけど、それはともかくですね、そういうエリート、看板がなくなって、あなたの専門何ですかっていうとですね、何もないっていうことをですね、感じたんですね。その点、画壇言い過ぎなんですけども、合気道しかないんだ。私は身体能力もないです。球技はダメ。走るのも遅い。だから愚かにですね、一つだけを求めてきた。そうすると、
いつの間にかそれだけが専門になってですね、自分で言うのもなんですけども、専門書を今で6冊出版したんですよね。自費出版じゃなくてお金いただいてですね。それで採用していただく側じゃなくて採用する側に回ってたんですね。だから皆さんの中でですね、そういう自分は身体能力とかですね、愚直にしか生きることできない、愚かにしか生きることできないな、みたいな方は、ぜひ自信持ってですね、自分を見つめる、飽き度じゃなくてもいいんですけれども、自分を見つめることを5年、10年、20年続けていけばですね、必ず採用してくださいっていう側ではなくてですね、はい、いらっしゃい、じゃああなたどうかな、みたいなですね、採用する側に回れるなというふうにですね、思います。直接飽き度とはつながりませんけども、そのうちの飽き度は一つの手段としてとても有効じゃないかなというふうに思いました。今日はそういうことでご清聴ありがとうございました。失礼します。